はい、こんにちは。今回で食考察5回目を迎えました。それに絡めまして久しぶりにゴッドハンド考察やっていきたいと思います。グリフィスにビジョンを見せ、その転生の重要なきっかけを担っているユービックについて前編後編に分けて考察していきたいと思います。名前の由来や作品内で描かれていることをヒントに、あまり登場回数の多くないユービックの正体を暴いていきます。それでは行ってみましょう。以前スランの考察をした動画で、ボイドとフェムト以外のゴッドハンドは SF 小説からその名前が取られていると話しました。ユービックは SF 小説の巨匠フィリップ・K・ディック著ユービックが由来で間違いありません。まず SF 小説ユービックについて簡単に説明していきます。ユービックの世界では我々の世界とは大きく異なり、超能力者が大っぴらに存在しています。独身能力者テレパスや予知者プレコグに加え、彼らの力を無効化することができる不活性者と呼ばれる人々がいます。これらの超能力者が雇用され、プライバシー保護や産業スパイ対策のために活躍しています。さらにこの世界では反生者という亡くなった後冷凍保存室に入れられ、機器を通じて来訪者と通信できる存在もいます。この超能力者たちが立て続けに行方不明になり、その事件を追っていくというのがあらすじですね。詳しくは割愛しますが、この小説の中で興味深い現象が起こり始めます。それが時間対抗現象。タバコは吸おうとしたそばから崩れ落ち、注文したコーヒーにはカビが生え、手持ちのお金は40年前に流通していたものに変わっています。乗り物もどんどん古い型に変化していく。この時間対抗を唯一止めることができるのがユービックという名の謎のスプレー缶だというのです。面白そうでしょ。この時間対抗現象を何とかするというところがこの物語の核になっていて、後書きで紹介される作者の言葉によれば、人類にとっての目覚めとはいわば春の来訪、エントロピー過程の廃棄であり、新しい生命は場合によっては完全な変容、メタモロフォーシスであると述べています。よくわかんないですよね。僕もよくわかっていません。ちょっと頑張って解説していきます。忘れないでほしいんですけど、これベルセルクの考察をやってますからね。エントロピーというのは物理学用語で無秩序さの度合いを表します。エントロピーが高いとは、つまり無秩序度合いが高い。つまりカオスレベルがやばいってことですね。逆にエントロピーが低いというと、秩序と調和を有した状態ということができます。つまり小説ユービックの中では、時間対抗現象というエントロピーの高い無秩序な状態から、ユービックという名のスプレー缶を使って元の時間感覚に戻し、秩序を取り戻そうという話なんですが、後書きの作者の言葉を見ればわかるように、秩序無秩序という二元論を排した先に人類の完全な変容が訪れるということですね。このあたりの内容は大融解消によって現像世界ファンタジアに移行した、つまりカオスな世界になったその先を思わせる内容ですね。秩序無秩序という線形の世界観からの脱却を思わせるような SF 好きの三浦先生のことですし、キャラクターの名前に使っているくらいですから、小説ユービックは読んでいるでしょう。この小説もベルセルク創作のヒントになっていると考えると、ユービックのキャラクター設定に混沌、混乱、もしくはその基準すら超えた存在というイメージが付加されたであろうことが推測されます。34巻大融解消によって世界がファンタジアに移行するとき、それまで閣僚の存在だった想像上の生き物たちが現実に姿を現します。その際、フェムト以外のゴッドハンドたちのなんというかイメージ図みたいのがそれぞれのキャラクターにつき見開きで描かれています。この表現は26巻でスランがドクロの騎士から召喚されしは貴様のみかと聞かれた時に、他の連中のことなんて知らないわ、皆お気に入りのセフィラに溶けて形もなさずに漂っていることでしょうと語っていますが、このお気に入りのセフィラに溶けているゴッドハンドたちも大融解消によって現実に姿を現したということではないかと予想しています。そこでユービックのお気に入りのセフィラの造形、これ実は有名な絵画を元にしています。それが15世紀後半から16世紀初頭、ルネサンス期のオランダで活躍した画家ヒエロニムス・ボスの代表作快楽の園。まずはボスについての簡単な説明をしていきます。
ボスの絵画の魅力はその豊かすぎるイメージ力。様々な比喩を用いた幻想的な表現にあると言えます。教会には向かない絵に思われがちですが、裕福な家の娘との結婚により、キリスト教友愛団体に所属し、名士として活動しながら、友愛団体の依頼で絵画の制作をしていました。当時、死後の世界を絵画にする際には、臨死体験をした人物から、その時のあの世の話を聞いて、それに基づいて描くという習慣があり、ボスの絵画もその方法にのっとって描かれました。この制作方法には死後の世界を描き、様々な悪い行いをした人物たちがいかに悲惨な死後を送るのかを表現することによって、現世での行いを正していこうという目的があります。とはいえ、ボスの表現の仕方は非常に想像力に富んでおり、豚に修道着を着せたり、創造性豊かな異界の生き物を描いたりと、様々な暗喩、隠喩の表現を用いて、現代から見ても非常にユニークかつ幻想的な絵画を制作することに成功しています。現代ではサルバドール・ダリア、ジョルジョ・デ・キリコ、ヤン・シュバンクマイエルらで有名な芸術の一派、シュルレアリズムの元祖とも言われています。またその表現方法から教会関係者自身に対する風刺なども描いていました。当時スペインのフェリペ2世を筆頭にヨーロッパ各地の王侯貴族がボスの大ファンであり、コレクターで、その経緯から現在ボスの絵画を一番多く所有しているのはスペインのプラド美術館です。それではボスの代表作、快楽の園について説明していきます。作品は3部構成になっていて、右翼パネルがユービックの大遊海将の時のイメージのモデルになっています。中央パネルが一番大きく作られていて、ちょうど三面鏡のように観音開きして作品を見る形になっています。作品を閉じると外面にも絵があり、そこに描かれているのは中世、まだ地球平面説が宗教的にも一般的にも信じられていた時代のこの世界全体を表す絵があります。球体の中央に地上平面が位置し、球体の上半分は空を表しているのでしょう。左上に小さく描かれているのは神の姿だと言われています。作品を開くと3部構成の左側からストーリーが始まっています。左翼パネルで描かれているのはエデンの園。キリストのように見える神がアダムの妻となるイブをアダムのあばらから作ったところです。その上に位置する何やら鮮やかなピンクの塔のようなものは生命の木を表しています。その右横にある実がなっている木が善悪の知恵の木でしょう。幹に後にイブを誘惑する蛇が巻きついていますからね。次に中央パネルに移ります。凄まじい絵ですよね。エデンの園を描いた左翼パネルにも言えることですが、鮮やかな色彩で色使いも派手、原色がとても目立ち、とても500年以上前に描かれたとは思えない色彩感覚です。裸の男女や動物たち、様々な木の実など、まあいろいろ書いてあるんですが、ちょっと一見わけわかんないですよね。気になる方はググれば詳しく見れますので見てください。ほんとすごい世界観です。この中央パネルは現世の快楽や堕落を表しているそうなんですね。様々な生き物や木の実なども人間の欲望の対象を表しているそうです。ただ研究者の間でも詳しくは不明になっているそうです。かなり想像の猶予のある謎めいた作品ですね。そして最後、右翼パネルがユービックの世界観のモデルとなっている地獄を表しています。快楽や欲望に負けた人間たちが死後、地獄で拷問を受けている様子が描かれています。楽器が多く出てきているんですが、中世キリスト教では音楽が人を悪徳に導くと考えられていたことから、楽器が拷問用の道具として描かれています。中央で一番目立つ体の一部は人間、一部は卵、一部は木の怪物。この顔はボスの自画像ではとも言われています。胴体の卵の殻の部分はいわゆるバーだと言われていますね。この絵の中で人間に拷問を加えているのはすべからく動物の姿であることも興味深いですね。現世で多くの動物を殺し捕食してきたからでしょうか。次はボスの快楽の園における地獄図とユービックの地獄図の対比を行っていきます。ユービックの地獄図の画面構成を見ていくと、まず気がつくのが象徴表現があまり使われているようには思えないという点。前面を行進している異界の者たちは最前面から順に背の低いキャラクター、中くらい、高め、
もしくは何かに乗っている怪物の姿が描かれ、それらが交信しているようです。百鬼夜行のような印象ですね。ここでは人間を拷問しているような様子は伺えません。矢で貫かれている人物はいるが、これはセメクというよりは閣僚の存在に捕獲されてきたという印象の方が強いです。この構成の仕方からここに関しては単純にキャラクターのバリエーションの多さをより分かりやすく配置していることが見て取れます。つまりここにはボスの地獄図にあるような現世の人間に対する戒めがありません。その上部にボスの地獄図でも最も印象的な木の足、卵の殻の銅、人間の頭を持つ化け物、その中にユービックが配置されています。ボスの方ではこの卵の殻の中はここで酒樽を手にしている弓士がいること、テーブルの上にカラフェのようなものがあることからバーになっているとのことで、何か宗教的な戒めがあるとすれば飽食、大酒飲みに対する警告などが考えられます。対してユービックの方ではテーブルの上には何もなく酒樽もありません。ここでも飽食や酒飲みに対する戒めという意味を付与したくなかったことが見て取れます。さらに空中には多様な空を飛ぶ魔物たち。ここがボスの絵画とは明らかに違うところですね。ボスの地獄絵の方では画面上部に描かれているのは軍隊のように見える者たちの行進と城壁のような塔が煙を上げている様子。これらは争い合う人間たちの愚かさを表現しているように思われます。ユービックの地獄図の方は先ほどと同様戒めが欠如しています。つまりボスの絵画で表現されている悪いことしてるとこうなっちゃうよ感が抜けて、異界のキャラクターの間の抜けた面白さ、そしてバリエーションの多さ、カオスティックな面白さをここでは表現していると考察できます。以上のことからユービックを印象づける言葉を選ぶなら、道化、カオス、つまりエントロピーの増大、そして芸術性、グリフィスにビジョンを見せることで転生することを誘導しているところから惑わす者、詐欺師などが挙げられます。後編ではこれらのことをヒントに彼の人間だった時代のストーリーにまで切り込んでいきたいと思います。ユービックって登場回数は少ないんですが、印象的なビジュアルで登場するんで面白いんですよね。他の作品をヒントに想像していくのはいつも面白いんですが、絵画とか大好きなんで今回の考察はいつも以上に熱くなりました。食考察まだ続きます。ユービック後半は僕の妄想全開でいきますんで、また来週をお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。